この世界にログインした時点で、この世界の規範にのっとりプレイしなければならないという一定の縛りが生まれます。今、この周波数の中で可能な限りベストを尽くしましょう。見通す力というのは、ありのままを見ることです。私は私であることを生涯変えることができないのと同じように、その条件を飲んでログインした限り変えられない事実というものがあります。この限界のある世界を私たちは選択してログインしてきたはずです。限界がある。これを受け止めることによって私たちは真の自由を手にするのです。ログインする前に設けた枠を否定してはいけません。枠の中でいかに自由に泳ぐか、それが私たちのテーマなのです。この不自由な肉体を私たちは楽しみたいのです。制限を私たちは楽しむためにこの世界へログインしてきたのです。不自由を楽しむためです。制限の中でこそ楽しめるアトラクションを楽しみたくてやってきたのではなかったか。うまくいかないことをとことん楽しんでいる人もいるし、その抵抗を極力なくし、楽に楽にイージーモードで生きている人もいる。そこの程度は自由に選べるんです。そこは自分次第でどうにでも程度の差を作り出すことができます。しかし、生まれてから死に向かって進んでいくことや、私たちが物質の制限の中で生きていくことは、今この現在、この世界の中ではまだ許可されていません。そこを受け止める必要があります。何もかもがすべて自由自在に操れるというわけではありません。この不自由さを楽しむということが私たちに今求められている考え方であり、あり方なのです。現実を見て地に足をつけて力強く生きていきましょう。自分自身を知りたければ、今のあなたのありのままを勇気を持って受け止めましょう。デビル。この世界では何度でも生まれ変わりが可能です。まるで生まれ変わったかのようだと表現するときがその時です。以前とはまるで違う自分のように感じるとき、あなたはまさに生まれ変わったのです。未熟だと感じていた頃の自分と成長したなと感じる先の自分を比べたときに、未熟だった頃の自分というのは鳴りを潜めて感じるかもしれませんが、自分の中に生きています。自分の中に溶け込んだと言ってもいいでしょう。フォーカスする部分が変わった。見る場所が変わるだけで、自分が観測しているポイントが変わるだけで、元の自分が消えるわけではありません。すべての自分が今の自分を構成している要素の一つです。溶け合って調和している状態です。自分は何一つ変わっていないのです。生まれた時から死ぬまでずっと自分の器というのは生涯変わることはなく、ただ観測する地点が変わるだけです。そして観測する地点が変わることで別人のように思えることも多々あります。超低次元の自分と超高次元の自分ではまるで見える世界が違うからです。低次元から高次元に移った際、あるいは高次元から低次元に数ステップ一挙に飛ばすような移り方をすると、人が変わったように見えることがあります。ですが、
それは別の魂が入ってきたのではなくて、すべてあなた自身です。一つの肉体に一人。ですから、何か別のものになってしまったように思える時でさえ、それは自分自身だということ。別の次元の自分自身だということなのです。すべて自分自身です。そしてあなたはこの無限ともいえる膨大なレイヤーの中で、どこにフォーカスするか自由に選び取ることができます。あなたという人間は変えられませんが、どこにフォーカスするかは自由に選び取ることができます。それによってあなたは別人のようにも簡単になることができます。想像しうるすべてのことをあなたに起こすことができます。それは奇跡のように思えることもあるでしょう。別人のように生まれ変わるには、古い周波数にいる自分を終わらせる必要がありますね。何かを手放した時に新しいものが入ってくるという法則がありますね。高い周波数に移ろうとした時に、低い周波数の自分は手放していかなければいけません。そう決心する必要があるということですね。低い周波数を手放したければ、自分で決心すればいいだけです。とても簡単なことですね。でも、私たちは古い自分の周波数というのは、まるで子供のように愛おしく感じるものです。なかなか手放せずに悩んでいる人も多いことでしょう。それは古い周波数の自分を我が子のように愛着を持って感じている。つまり私たちというのは古い周波数の私たちも愛しているということです。愛おしくて仕方がない我が子のように愛おしい存在だからこそ簡単に手放せない感じがするんですね。分かってはいても気持ちの中の整理がつかない。なかなか手放せない。それこそが私たちはどんな次元の私たちも愛しているという証なのです。愛おしく感じているということなのです。ですから、低次元の自分を否定するのはやめましょう。私たちは自分自身に愛情しか持てないようになってるんです。未熟な人を見て怒りや恐れではなく、憐れみや同情の心が湧くことがありますよね。それはやはり自分自身へ対する愛がそういう感情を体験させているんですね。自分自身を愛している。どんな次元の自分も愛しているからこそ、私たちは未熟な人を見たときに憐れみや同情心が湧いてくる。可愛いと思うこともありますよね。未熟な振る舞いをしている他人を見たときに、どこか可愛いと感じることがあるかもしれない。それは未熟な自分や汚い自分、それを許しているからこそ、他人の未熟さを受け入れられるようになります。すべて自分の投影だからですね。ですから、自分を許しましょう。自分自身を許しましょう。自分の世界に投影する他人を許したければ、自分自身を許しましょう。自分の世界にいる人たちを許したいと願うなら、まずは自分自身を許してください。以上、リーディングを終了します。ありがとうございます。ウィークポイントはなぜあるのか。それは、あなたの周りにあなたのチームを集めるためです。あなたのチームを作るために、あなたにはウィークポイントがあります。ウィークポイント、欠点ですね。欠点や弱点です。あなたのチームの能力を生かすために
あなたの弱点は存在します。弱点を隠してはいけません。弱点を堂々と公表することがあなたのチームを最強のものにするのです。あなたのできないことを堂々と公にすることで、あなたの苦手なことを得意な方がやってきます。正確にやってきます。あなたができないことを克服しようとしたり、無理をしてできないことをできることにしようとすると、正しくあなたにふさわしいチームが形成されない可能性が高くなります。最強のチームを作りたければ、あなたはできないことはできないと認める必要があります。やっているとイライラすること、気がめいってくること、どんどん疲れてくること、消耗が激しいこと、全く楽しくないこと、もう惰性でしかないようなこと、時間が異常に長く感じる、ストレスしか感じない。こういったものはすべて自分には今ふさわしくないものだと認めてしまいましょう。楽しいかどうか、これが一つの見極めのポイントになります。ストレスなく楽しいかどうか、ストレスを感じている時点で、それがどんなに楽しいことでも、それはあなたの仕事ではないかもしれません。ストレスを感じるけれど楽しいという気持ちを生じさせる事柄が世の中にはたくさんあります。ストレスを感じているにもかかわらず、楽しいと錯覚しているようなことが世の中には多々あります。例えば私の場合は動画編集ですね。努力したり無理をすればできなくはない。無理して頑張っていればたまに楽しいと感じることも出てくるんですね。しかしあまりにも消耗が激しすぎて、それが終わった後の何もできなくなる感が凄まじいです。これを続けることは私を幸せにはしないです。消耗が激しいからですね。です。できないと感じている自分を認めて受け入れること。できないことはできません。そうやって切り分けることで、あなたにぴったりの伴侶がやってくるのです。伴侶っていうのは、結婚相手だとか恋人というだけではなくて、ビジネスパートナーやかけがえのない友人、家族、すべてがパートナーというふうになります。あなたにとってベストなパートナーが現れるんですね。あなたが自分のできないことを明確に示すことで、そこにぴったりと合う方がね、それができる方、それが得意な方、大好きな方というのが正しくやってきます。そう、この人みたいなね、人が正確にやってくるということになります。だからね、自分自身をね、ポジティブに諦めるということなんですね。確かに努力すればできることっていっぱいありますよね。頑張ればできること。忍耐強い人はついやっちゃう。頑張ればできるから。でも、努力すればするほど空回りし始める。最初はいいかもしれないけど、やればやるほどどんどん消耗が激しくなって、努力が空回りし始めて、全く努力が報われないと感じるようになって、もうなんでやっているのか最終的にはわからなくなるくらい。楽しくもないけど、惰性でやってる。でも成果は出ない。努力に見合った成果が出ない。もうここまでいくとね、だいぶ重症です。早く諦めて手放した方がいいんです。そうすれば、それを大得意で自分のもう何倍ものスピードで簡単にやっちゃう方がちょうどよく現れてくれます。でも、あなたがそれをやり続ける限り、この方はね、現れることができません。いつまで経っても。そして、この方の仕事や適材適所を奪うことにもなってしまうんですね。自分がずっと握りしめていることによって、この方の活躍の場も奪ってしまうことになるんですね。
はい、もう諦めましょう。ポジティブに諦めましょう。それによって世界は調和した形で動き始めます。もう自分ではどうしようもないと感じるならば、祈ってみてください。どうすればいいかわからないと感じるのであれば、祈ってみてください。目に見えないものの存在に力を借りるというのは、とてもパワフルなことですよ。なぜなら、自分の力ではどうしようもないことを手に委ねるということだからですね。自分の潜在意識でどうにもならないことを潜在意識に委ねるということだからですね。自分の力で何とかするというフィールドから解放されるから物事が逆に動き出すんですね。自分のコントロールから手放すというか、この自分のちっちゃなその視点の中から解放するということですね。自分が見えてる世界の中に答えがあるって信じていると手放せないんですよね。だけど、そこをね、もう諦めて、この自分の世界からこの問題を解放することによって、自由になるんです。すべての力を発動できるようになる。全次元の自分から答えをもらえるんですね。すべての次元の自分から答えをもらえるというめっちゃニュートラルな状態になるんです。この次元で何とか解決しようと握りしめている時というのは、この次元の自分からしか情報を得られないという状態に、すごい残念な状態に自分を持ち込むことになるんですが、もうダメだ、もう諦める。自分には無理って諦めた時に、全次元の自分の力を使うことができるようになるんですね、その瞬間。この次元の自分には無理っても手放した時に、全次元の自分の情報を得られる、めちゃくちゃニュートラルな状態になれるんですね。ですので、高次元の自分からの情報が即入ってきます。この問題を解決した次元の自分からの情報が即時流れ込んできます。見える世界が変わります。周りに近寄ってくる人たちも変わります。ベストな環境で物事が動くようになります。ですので、この次元に答えがないと感じたときは手放してしまいましょう。この次元の自分が何とかしようとするのをやめましょう。そうするとあなたはたちまち解放されて、停滞した物事もすぐに動き出すでしょう。そしてあなたにぴったりのチームが編成され、それがあなたの魂の道であれば、スムーズに動き出す、そういった結果を得られることでしょう。それを目の当たりにすると思います。あなたの魂の道ではないことは、自然と手離れていきますし、縁のないことは自然と手離れていきます。でも、あなたの魂に沿っていることであれば、加速度的に物事が進展すると思います。はい、それでは以上でリーディングを終了します。ありがとうございます。今は前に進みましょう。脇目も振らずに進みましょう。何を迷うことがある。今は迷って立ち止まっている時ではありません。前に進む時です。雑念は脇に置いて、まずは一刻も早く前に進むこと、それを最優先にしましょう。あなたは今進む時です。このタイミングとチャンスを逃さないでください。あなたの進みたい気持ちを邪魔するものは何もありません。あなたは今無敵モードです。進む以外のことを考える必要はありません。とにかくあなたが今することは前へ進むことです。前へ進むことをためらっている時ではありません。前へ進むという選択をすること。怖いですね。暗闇が待ち受けているような、何か怖いものが自分を待っているような、そんな気持ちがあるのでしょうか。怖い。でもそれをね、違った視点で見てみてください。上昇していくエネルギーにフォーカスしましょう。
なぜあなたはその道を進もうと思いましたか？それはこの世界を見たからではありませんか？明るい、上昇していく、キラキラした世界をそこに見たからではありませんか？二次的に湧いてきたものが恐れだとすれば、それはあなたの古い観念が見せているものです。最初に見たこちらの世界を思い出してください。あなたが進もうとしていることに対して、最初に光を見たのであれば、こちらの方を信じてください。二次的、三次的に湧いてきたこちらの恐れというのは、古いあなたが見せている世界です。フォーカスをこちらに戻しましょう。最初に見た世界、最初に感じたこの気持ちが一番信頼できるものです。最初にふわっとした明るい気持ちを感じたり、楽しそうだとか、ワクワクする気持ちがあったのであれば、こちらを信じましょう。一番最初に感じた気持ちを優先しましょう。最初はこの世界が見えるかもしれないのですが、自分のエネルギーが軽くなっていくにつれ、やがてこの世界は見えなくなっていきます。あなたの視野、フォーカスできる視野の幅がこれぐらいだとすると、この幅というのは生涯変わらないので、これがあなたの視野が視点が上がっていくと、だんだん見えなくなっていくんですね。こういうふうに。幅というのは生涯変わりませんから、この視点の幅というのは、あなたの器ですね。フォーカスできるその器の大きさというのは変わりませんから、あなたのフォーカスする視点が上がっていくと、やがてここが視野に入らなくなってきますね。そうすると、あなたがいい状態の時も、良くない状態の時も、明るい世界しかもうなくなるというか、そのエネルギーの高い光しか世界になくなる日というのが徐々にやってきますね。ですから、その自分の器の中で、波動の高い現象と低い現象というのは相変わらず変わらず起こり続けますけれども、ある程度周波数が上がってくると、やっぱり昔いたような人がいなくなってくることに気づくと思うんですよ。すっごく悪いやつがいなくなってって、自分の世界に。だん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 良くなっていくんですね。すごく自分を傷つけてくる人とか、自分にマイナスの影響を与えるような人は確実に減っていくと思います。それはフォーカスできなくなってくるからですね。視点が上がってくるとね。ですから、また落ちてくるとそういう人が現れ始めますね。どこにフォーカスしたいかということなんですけれども、あなたが今感じている恐れというのは、古い自分から生まれ変わっていくときに生じる恐れですので、この恐れを超えていくことに価値がありますというメッセージが来ています。恐るるに足りぬ恐れだというメッセージが来ています。勇気を出して挑んでいくと良いものですね。この恐れは勇気を持って挑んでいくと良いものです。ブレーキをかけるためのものではなくて、勇気を出して一歩進みましょうという意味のある恐れだというふうに言われております。まさにあなたは今分岐点にいますよということが言われているようですね。あなたのいる位置づけ、今あなたのいるポジションというのがちょうどここに当たるんですね。ここです、この中心。で、あなたはこっちの方向に行こうとしてるんですね。で、ここにまだ暗闇がね、点在してますよね。だけど、光ってこういうものなんですよね。ここはね、物質の次元ですから、こういうこともありますね。時空の歪みみたいな感じで、ちょこちょこ出てきたりもするんですよね。そこが面白いところなんですけど、
完全100% 純度100の白みたいなのはないので、そうなったらね、もうこの世界にいる必要がないので、混じりっ気なしの純度100% のピュアホワイトみたいなのはないんですよね。時々こう時空の裂け目みたいなところからこうね、染み出してくることってあるんですよね。でもそれって逆に地獄にも同じことが言えて、ここは地獄だからもう何の希望もないような、うん、何の希望もないような世界に見えて、ちゃんと地獄にも時空の裂け目みたいなのができて、光っていうのはそこから入ってくるんですね。だから完全なるピュアブラックもないんですよ。完全なる地獄っていうのもなくて、雲の糸のように必ず救済というのは用意されてるんですね。どの階層に自分がいたとしても、必ず高次元へのはしごというのはあるし、どれだけ高次元にいたとしても、低次元へのはしごというのも必ず用意されています。もうどちらかに分離されてしまって、一切往来が不可能ということはないと思いますね。この世界においては。うん。もうお互いにまるっきり行き来できなくなるということはないかと思いますね。いつでもはしごというのはあって、で、こういうふうになんかね、変則的に時空の裂け目みたいなものも常に双方の世界に存在して、完全にそのお互いが分離しきって何の往来もないというようなことにはならないかと思いますね。この世界においては。そしてあなたがこの道を勇気を出して進んでいくことによって、新しい人間関係ですね、周波数の高い状態のあなたと波長の合う新しい人間関係がもたらされるということが出ています。それを楽しみにしてくださいと言われています。今まで回らなかったことも回るようになるって言われてるんですね。こう何かうまく回せないと思ってたことが回せるようになるっていうふうに言われてるんですよね。それってあなたが飛び出した先の周波数によって、うん、出会うその新しい出会いだとか、新しく始まる人間関係、そういったことが何かキーになってくる、鍵になってくるような感じなんですよ。あなたが進んだ先にいる人たちですね。踏み出したことによって形成されていく新しい関係性、そういったことがこれまで動かないと感じていた物事に動きを与えるというふうに言われています。はい、それではリーディングを終了します。ありがとうございます。